井上尚弥が7回目の防衛。しかも弟の拓新館も勝ったのだ。兄弟で同日に勝利ってかなり出来すぎな流れね。じゃあそのまま最初の話から行こう。まずはこの試合なのだ。井上尚弥選手は4団体統一王座を7回目まで守りきったのだ。4団体統一って主要なベルトをまとめ持ちってことよね。そりゃ1回守るだけでも重いわ。東京ドームでその第1番って空気がもう別格じゃん。しかも相手は32戦全勝で3階級を制してきた中谷選手だったのだ。無敗同士ってだけで勝敗より先に緊張感が来るわね。勝った方が強いっていうよりどっちも強すぎるから怖いよね。試合序盤は左ジャブで距離を見て第4ラウンドから中に入って当てていったのだ。ジャブは相手の動きや間合いを見るための軽いパンチね。いきなり全部ぶつけるわけじゃないのよ。なるほど。まず様子見してから本気を出す感じじゃん。試合の組み立てが綺麗よね。身長差8センチ、リーチ差3センチあったけれど、そこも乗り越えていたのだ。その差を詰めて12ラウンドで3対0の判定勝ちなら内容もはっきりしているわ。12ラウンドずっと集中って体力だけじゃなくて頭も削られるよね。ほんと大変じゃん。中谷選手も第10ラウンドで偶然のバッティングがあって流れが難しくなったのだ。あの接触は不運だったわね。最後まで決定打が出なかったのもあそこで空気が変わった感じがするわ。初黒星って聞くと重いけど、ここまで全勝だったのも相当なんだよね。弟の拓新館選手も WBC のバンタム級タイトルで井岡一翔選手に判定勝ちして初防衛だったのだ。WBC は世界ボクシング評議会のことね。そこで初防衛なら肩書きがしっかり固まってきたわ。兄弟揃って結果を出すのかなり熱いじゃん。これどっちの試合も印象に残るやつだよね。次は高くて難しい壁の話なのだ。関川メロディオン選手がワールドクライミングシリーズのボルダー女子で7位だったのだ。ボルダーは短い課題をどう解くかが勝負ね。登る力だけじゃなく読みもいるわ。壁を読むゲームみたいで面白そうじゃん。見てるだけでも頭使えそうだよね。ワールドクライミングシリーズは前までワールドカップと呼ばれていた大会なのだ。世界トップ級が集まるのだ。名前が変わると新明みたいに聞こえるわね。でも集まる顔ぶれはそのまま強いのよ。18歳でそこに入ってるの普通にすごいよね。勢いだけじゃ届かない場所じゃん。決勝は8人で争って2つ目の課題を1回で登りきる一撃に成功したのだ。一撃は最初の挑戦で登りきることね。読むのが当たると気持ちいいでしょうけど簡単じゃないわ。アーシなら1回で決まったら心の中で小さく勝ったって叫ぶじゃん。でも3つ目は4回目で何とか登りきって最後の課題では伸ばせなかったのだ。ボルダーは完登の数だけじゃなく少ない回数で決めるのも大事なのよ。だから言っての差が重いわ。 59.7 ポイントで7位って数字で見ると差も見えてくるね。上野選手はかなり安定してたんだろうな。優勝したゼリアアベズー選手は 84.8 ポイントで全部の課題で堅実に積み上げたのだ。派手な一発より落ち着いて取り切る方が勝つ日もあるのね。競技って奥が深いわ。次の男子決勝も気になるじゃん。登り方の違いで順位が変わるの見比べたくなるよね。ラグビーリーグワンはプレーオフトーナメントに出る6チームが決まったのだ。ここからが本番なのだ。勝ち点を積んで席を取るのが大事なのよね。最後まで気を抜けない仕組みだわ。8トライで54対38って点の取り合いがすごいじゃん。トライは相手陣内の奥までボールを持ち込んで決める得点なのだ。1回の重みが大きいのだ。その分試合が動くと一気に点差が広がるのね。見てる側は忙しいでしょう。ブレイブルパスは35対29で競り勝って通算8勝9敗で6位以内を決めたよね。東京サントリーサンゴリアスも8つのトライを挙げて勝ちプレーオフトーナメント進出を決めたのだ。しかも2日に試合がなかったブラックラムス東京まで入って6チームが出揃ったのが面白いわね。試合がなくても決まるの順位表の詰め込み感あるじゃん。最後の差が効くんだね。首位は神戸で
ビエホンダヒートに勝って5連勝だったのだ。勢いが止まらないのだ。15勝2敗で勝ち点71はかなり抜けているわ。安定感も含めて強いのね。5連勝って聞くと、流れが止まらない感じで怖いくらいじゃん。ここからは一発勝負っぽくなるのだ。どのチームが勢いをそのまま持ち込むのか気になるのだ。それぞれの勝ち方に個性があるから、組み合わせ次第で空気も変わりそうね。次のカード、見比べたくなるよね。ラグビー好きならかなり楽しいじゃん。ここでちょっとボクシングの小話を入れるのだ。名前の由来からしてかなり古い競技なのだ。そんなに昔からあるの？古代エジプトの象形文字やクレタ島の遺跡からもボクシングらしい図が見つかっているのだ。そんな昔から拳だけの勝負があったんだ。歴史上すぎさん。昔は比較や包帯みたいなものを拳に巻いていた時代もあって、後にグローブへ近づいていったのだ。今の形になるまでずいぶん長い道のりね。試合の見え方も昔とは別物でしょう。それで剣闘とも呼ばれるし、ムエタイやキックボクシングと区別して国際式ボクシングということもあるのだ。呼び名一つで世界が分かれるの、ちょっと面白いじゃん。オリンピックでも古くから正式種目だったから、長く見ても楽しめる競技なのだ。古いのに今も大舞台がちゃんと盛り上がるのはすごいわね。今日は勝ち負けも登る力も順位争いも盛りだくさんだったのだ。気になった試合があったら高評価で教えてね。概要欄にリンクもあるから気になる人は見ておくといいわ。次回も一緒に覗くのだ。またねなのだ。